本日もやってまいりましたヤフオクのアクセサリーの掘り出し物を探す発掘実況。何が出てくるのかはわからない。まるでリアルガチャを引いているような、そんな発掘実況です。ひたすら地道な発掘と検証作業。やがて銀と思われるものを発見。これは銀なのか、さらに金貨のようなものが、果たしてこれは本当に金貨なのか、集めた金銀はいくらになるか、最後に概算の査定結果を発表します。ぜひ最後までご覧ください。よっ、どうもジャンクコザラボです。本日はこちらヤフオクで入手したアクセサリーでは、早速ですね、重さを測っていきたいと思います。1033g です。およそ 1kg。さあ、今日はこちらから一体何が発掘できるんでしょうか。では早速ですね、この中身全部ね、一気にこのトレーに開けていきましょう。一気に開けていきます。はい、こちらこれで全部です。ではこちら今からぐるぐる回して、この発掘のガチャのようです。はい、では発掘スタート。はい、では一番初めですね、何が出るのか、ちょっとぐるぐる回していきます。何も見えない。あ、これなんだ。うわ、いきなりですね、長いキラキラのこの、見てください、キラキラです。このキラキラの、しかもちょっと長いっすね。長いです。こんな長いネックレスが出ました。ではこれを見ていきましょう。ああ、これは透明のカットガラスみたいなやつですね。ちょっとシャリシャリいってます。で、ところどころですね、光の反射で、虹色ファイヤーみたいな、反射、色がついた反射が見えます。なのでこれはどうでしょうか。では見てみましょう。はい、こんな感じです。で、このキラキラがですね、結構すごいんですけれども、拡大してみると、はい、こんな感じです。で、ところどころなんですけれども、このカットの反射の部分ですね、虹色に見える時があります。どうでしょうかね。こんな感じで、この辺ですね。ここで出ています。で、これ多分ですね、ノートパソコンのモニターの光を反射してるんだと思うんですけれども、このカットされた石がなんでできてるかは、ぐーっと拡大してみて、結構ですね、カットの部分のこのエッジですね、この角ですね、カットした面と面の境目のこのエッジの部分に傷が多いんですね。で、よーく見ると、もうすごい拡大してるんですけれども、この面と面と面、これ3面ですね、この、エッジが合わさったところですね、角が欠けてますね。で、こういう状態です。
はい、これが何なのかはわからないんですが、はい、金具にも刻印とかそういうのなかったですね。で、多分なんですけども、私はこれ水晶とかではないと思われます。なのでガラスっぽいやつかなという印象です。で、触った時のこの熱の伝わり方ですね、これも鈍いというか、過去にクォーツっぽいものを触った時の、冷たい感じがないので、どうなのかなというところです。こんな長いネックレスでした。では次、また行ってみます。滑ります。このガチャみたいに、ぐるぐる回して、目つぶって何かなと思って取ると、じゃん。なんでしょうね、これ結構一粒が大きいんですけれども、謎のなんか石のこんなネックレスです。では拡大して見てみましょう。はい、こんな感じですね。青と緑と黒と、何なんでしょうね、これターコイズっぽいんですけれども、でも何なのかちょっとわかんないやつですね。はい、こうやって見るとなんか天然石っぽい模様というか柄ですねが出てますね。ただこれが何なのかはすいません、わかんないですね。ターコイズっぽいんだけれども、でもこんな緑出るのかな。この石と石の間のこの糸ですね、鼻のところも結構綺麗に開いててツヤがあって模様が、均一でないということからですね、こっち側はもう真っ黒のところもあるんですよ。なので天然石なのかなと思われます。そういったお品です。結構重さもあります。金具の方ははい、このクラスプパーツに特に刻印はありません。ただちょっと大きいですね。やっぱり石が大きいから金具もちょっと大きめのものがついています。では次行ってみましょう。次何かなじゃん。はい、これはねもう過去に何度も見てるやつ、貝を大きな貝をね削り出したようなやつで、そうですね、このよく出てるやつですね。とっても綺麗な模様があるのですげえ若いやつですね。パッと見でもこんな感じです。これを見てください。この貝のこの模様ですね、とっても綺麗です。青とか緑とか紫、あとは独特な光の加減でですね、こんな感じに見えます。これはまさにですね、シェル、貝を削り出したものだと思われます。はい、過去にも何度も出てきてますね、これ。はい、こういうネックレスです。では次行きます。次は何かなじゃん。はい、これ指輪ですね。指輪、こんな感じの指輪が出ました。結構ね、サイズ感は私の指だと大体親指以外は入るかなという指輪です。で、肝心の素材を示す刻印ありました。だけどなんだろうな、素材を示す刻印はないですね。メイドインイタリーって書いてあるだけで、そうですね、その他の刻印はないです。なのでこれが何でできてるかはわからないんですが、どうですかね、持った感じ結構軽いんですよね。なので多分ですね、普通のメッキ製品なのかなと思われます。そんな指輪でした。はい、では次行ってみます。次は何か
じゃあ、なんかでっかいの出てきました。これは、こんな感じですね。結構大きいですね。このついてるペンダントがとっても大きいです。で、これは、はい、これ多分ですね、なんかの角だと思いますね。角です。シープホーンとか、ああいうやつだと思います。完全にですね、はい、こんな感じです。これ、拡大する前はこんな感じですね。こういう黒いですね、何か塊を切り出して削って、なんか彫ったような模様がついてますね。で、拡大するとわかるんですけれども、この細かい傷ですね。あと、この切り出した時の、なんていうんですかね、このガタガタしてる、カットの方法なのか、何なのかわかんないんですけれども、こんな感じで、で、ぐーっと拡大するとですね、これ、繊維というか、何か素材のこの質感ですね、がとっても独特です。なんか爪っぽいというか、角ですね、爪っていうか。で、この傷の入り具合も、細かいです。はい、こちら、天然由来の何かしらの素材を加工したものなんじゃないかなと思われる、こんなネックレスです。角っぽいですね。なんかの角かなと思われます。ちょっとね、この丸いところなんかはハンコっぽいので、黒水牛とかああいう、でもハンコ、真っ赤なハンコが多いんですけどね。これは結構模様出てるやつです。では次行ってみます。次は何かなどれ行こうかな。これ、なんか、じゃーん。はい、これスプーンじゃないですね。これ、スプーンじゃないですね。はい、ではもう一回やってみます。じゃーん。はい、これ何でしょうか。スプーンみたいです。これなんか玉がついてるんですけれども、よく見てみますね。何でしょうか。色はいい感じで銀のような色をしてるんですけれども、残念ながら素材を示す刻印はありません。これは何でしょうか。で、玉がついてるんですけれども、この丸いのがどうやら真珠のようです。はい、ではこちら見てみましょう。こんな感じですね。網目模様がこうギューッと詰まってます。結構ね、綺麗なんですけど、でもこれ拡大してみると、ここですね。ごめんなさい。ちょっと安定しない。ここ。いやー、なんでこのタイミング、ちょっと早いっすね。なんなんすかね。実は倒れないようにテープを2つね、つけたんですけれども、倒れてしまいました。何してたんだっけな。そうだ。このですね、傷です。ここを見てください。外側はですね、黒ずんだ、なんていうんですかね、ネズミ色。なんか銀っぽい色をしてるんですね。銀が、経年変化で色が変わってしまったかのような色をしてるんですけれども、この拡大するとですね、この網目のところに、まず一つ、色が違うところがあります。この黄色というか、黄土色みたいな色ですね。おそらくこれ、外側の素材が剥げてしまって中が見えてるということと、あと、この緑色ですね。よく出てくるんですけれども、これ緑青という、経年変化の一つです。なので、見た目は銀、パッと見ね、私銀かなとかって思ってたんですけれども、銀ではないだろうなということです。多分ね、銀メッキかなと思います。
で、ここですね、この白いね、玉がついてるんですけれども、こちらは、こうやって拡大してみると、こんな感じでね、いわゆる巻きって言われる真珠層が確認できます。なので、これちっちゃいんですけれども、真珠の玉がついたね、テニスのラケットですね、これきっと。はい。こちら、そんなお品ですね。こうやって挟めるようになってて、多分ですね、これ、ネクタイピンのこう挟むやつだと思われます。はい。テニスのラケットのが、ボールをですね、こう、なんか受けてる感じの、で、その球がですね、真珠で表現されてるという不思議なお品でした。はい。では次行ってみます、次。これ、もう一番にね、目に入ってきたんですけれども、この透明の、何やら、形も、それぞれ違うね、石がついた、こんな感じのネックレスです。で、素材を示す刻印は、このフラスクというパーツには見当たりません。ただ、この真ん中についてるね、この黒い、パーツがですね、また銀のようなんですね。で、独特な模様もついてます。なので、ちょっとこれをですね、見てみましょう。はい。こんな感じです。ね、間にこういう青いなんか石がついてるのも独特なんですけれども、このもう黒くなってしまっているんですが、このパーツがですね、結構いい色をしています。で、模様がなんかこう刻まれていて、これ銀が取れるんじゃないかなという印象です。なのでですね、これ、この石のね、水晶っぽい感じがするんですよね。で、形がね、全部違う気がします。玉の形ね、こうふにふにってなってたり、ちょっと大きさも違う感じがするんで、もしかしたらこれ、さっきのね、この透明のガラスと触った時と、この石を触った時の感じが違う気がしますね。なのでこれ、すいません。ちょっと待ってください。はい、すいませんでした。こちら、検証用の箱に入れておきます。で、後で、ちょっと銀を取れないか、検証してみようと思います。では、次行ってみましょう。次は何かな。ぐるぐる回して、じゃーん。なんだこれ。イヤリング。過去にこういうイヤリング出てきましたね。でも、ここにピンがついてるので、これはブローチだと思われます。素材は何なのかというと、はい、これ結構綺麗ですね。拡大しても見た方が早いです。こんな感じでですね、はい、この小さな粒々がですね、こう巻き込んであるというか、なんだろうな、この紐でこう編み込んであるような感じですね。で、これギュッと拡大してみると、一つ一つ形が違うんですね。で、このね、独特な艶、そしてさっきのテニスのラケットにくっついていた白い球と同じようなね、表面の感じ。これも真珠の仲間だと思われます。はい。こんな感じでですね、ぎゅーっといっぱいついてるんですよね。これです。この独特な作り。そして、この小さな粒々ですね。多分なんですけれども、これ小さな粒は真珠の仲間でですね、ケシパールっていうやつだと思われます。多分ケシパールだと思うんですよね。ちっちゃいこのパールに
穴を開けて、これはもうこういう風に編み込んでブローチにしたやつです。次行ってみます。次は何でしょうね。次はどれ行こうかな。なんかこの赤いの気になるな。この真っ赤のキラキラ石。はい、こんなん出てきました。はい、キラキラです。もうめっちゃキラキラ。これはよくね、黒いキラキラ石が過去の動画で何回も出てきたんですけど、それがなんか赤くなったようなやつです。はい。近くで見ると、どうでしょうか。カーネリアンみたいな見た目をしてますね。はい。こちらの金具には素材を示すような刻印はありませんでした。で、見るとですね、こんな感じで、はい、見てください。こんな独特な赤でですね、赤い色をしています。そしてこの光の加減で角度でですね、こんなキラキラになるやつなんですよね。これもはっきり言って何か私はわかんないんですけれども、よく出る黒いキラキラ石の色違いバージョンなんじゃないかなと思われます。はい、拡大するとこんな感じです。出てきたばっかりで結構汚れてるんですけれども、このキラキラの反射はですね、はっきりと見える感じです。なので一定の硬さですね、コードがあってそれをカットした石だということまではわかる感じですね。はい、こんな感じでした。次いきます。次は何かな。お、じゃーん。はい、これは何でしょう。はい、ここにピンがついてますので、これもブローチだと思われます。で、問題の素材ですね。素材は、これもシェルですね。貝がはめ込まれたブローチです。で、反対側ぐるっと見たんですけれども、素材を示す刻印はありませんでした。はい。こんな感じです。はい、貝の模様がとっても綺麗ですね。独特な、模様をしています。はい、そういったお品でした。では次行ってみましょう。次は何かな。はい、じゃあ、これは、はい、こんな感じのキラキラネックレスです。見てみましょう。これはどうなのかな。クラスプパーツのこの裏側に刻印があるんですけれども、こちら G シルバーという刻印がありました。G シルバーはもう何度も出てるんですけれども、シルバーって書いてあるんですけれども、銀が取れないタイプのやつです。で、ただこの石がですね、結構独特なカットと、あと綺麗ですね。見た感じ、そして触った感じ。結構綺麗なやつです。で、これをこんな感じでですね、見ると、こんなキラキラの石がついてます。透明感がありますね。で、一つ一つカットがですね、されてるんですけれども、微妙に形違うんじゃないかなという感じがします。大体みんな同じかな。こんな感じの玉がね、カット石の玉がいっぱいついてます。で、内包物は見られない透明感のとってもね、強いやつなんですよね。はい、こんだけ拡大しても中になんか見えるかなと思ったんですが、見た感じ出ません。ただ、この角のエッジですね、カットのエッジのところの傷が先ほどのこちらの石に比べると全然ないですね。こっちはもうエッジがガタガタだったんですけれども、これは結構シャープなカットが残っています。はい、これもちょっと難しいものなんですけれども、果たして、水晶なのか、それともカットガラスなのか、わかんないですね。でも
微妙にカットの感じが違う気がします。はい、そんなお品でした。次行ってみましょう。じゃーん、これあれで、いや早いし2回目だし、ちょっと畳がよく倒れます。なんだっけこの黄色いやつだ。違う、黄色のやつだ。これを見てみますと、はい、こんな金色のネックレスです。素材を示す刻印は、残念ですね。K18GP って書いてあります。でこの間出たのが K18-1M っていうのがあったんですけども、これはなんか 3M って書いてあります。1M は1ミクロンっていうメッキの厚さをおそらく表現したんだと思うんですけれども、こちらはですね、なぜか 3M って書いてあるので、ちょっと厚いんですかね。1ミクロンは体感できる値ではないんじゃないかなと思います。あまりにも薄すぎて、なので1ミクロンって言われるのも3ミクロンって言われるのも多分みんな同じに感じますけれども、なんかそういったお品です。どうぞ見てください。ぐるぐるっと巻いて、はい、拡大するとこんな感じです。はい、こんな感じでネジネジの金色のネックレスなんですけれども、どこだっけかな。ここだ。ここに刻印があって、まさかさま。はい、残念ながら K18GP って書いてあります。GP はメッキの刻印なんですけれども、その反対側にこんな風にですね、3M っていう刻印がついてます。はい、そういったお品でした。はい、次行きましょう。これなんか真珠っぽいし、ちょっと長いですね。長さもこんな感じで結構長いやつです。はい、では見てみましょう。模造真珠ですね。ただ結構綺麗な方だと思います。でこの金具のところが、316L って書いてあって、おそらくステンレスの刻印ですね。はい、そういった、モゾパールのネックレスです。ちょっと長めですね。はい、色はちょっと金色っぽい綺麗なやつで、玉もね結構綺麗ですね。こういう感じです。はい、でこれ見ると分かるんですけれども、こうギューッと拡大してこの通す穴ですね、穴のこの処理が普通の真珠に比べてやっぱり雑なんですよね。バリッと開けたような感じになってるんで、あと表面ですね、表面の均一な塗装のような模様が見られます。はい、そういったお品でした。次行ってみます。じゃーん、この黒いのは何だろう。あれ、柔らかい。この黒いのなんか柔らかいですね。こういった取れちゃったネックレスなんですけれども、この黒い玉がなぜか柔らかいです。なんで柔らかいんだろう。ゴムみたいなんですよね。なんですかねこれ。見たらわかんないか柔らかいの。こういう感じで黒いね玉がついてるんですけれども、このはいこれですね。この黒い部分がこうやってギューってやると弾力があるんですよ。わかります？こんな感じで弾力があって、なんかゴムみたいなのがついてるんですね。でさらにこの金具ですよ。クラスプ珍しいやつなんですけれども、この金具にですね925って書いてあるんですよね。なのでこれ銀のパーツが使われてて、なおかつ
素材がゴムみたいなんですよね。何なんですか？ちょっとよくわかりませんが、このようにですね、925の刻印がついてます。なのでこの部分は銀なんじゃないかなと思われます。はい、とても不思議な感じのネックレスなんですけれども、これも間にね、ちっちゃい玉がついてて、これももしかしたら銀かもしれないので、こちら、検証の箱に入れて貯めておきます。次行ってみましょう。次。じゃーん。はい、これよく出るやつですね。目のの多分ペンダントだと思います。こうやって見ると、若干ね、透けて見えるんですよ。これ、明らかか。こう見えるので、多分、のっぽいですね。刻印とかそういうのはないですね。どうしようかな。こうやって見るとわかるかな。こんな感じです。はい、微妙に明るいところと、あと、色が濃くなってて、透き通ってまではいないんですけれども、色の違いがわかりますね。はい。見た目はこんな感じです。はい。そんなお品でした。次行ってみましょう。次、これ気になるな。この青い石がいっぱいついた、すげえ長い。あ、すごい長いです、これ。こんな長い。こんな長くて、ネックレスですね、これ。こんな感じのやつです。すごい長い。これ気になります。では、見てみましょう。やっぱターコイズっぽいですね。模様が結構独特で、金具もね、なんか銀っぽいんですよね。さっきと違って刻印はないんですけれども、この石も多分天然石じゃないかなと、こういうやつですね、こういう。はい。で、この石の合間にね、この黒いやつ、このでっかいね、ビーズみたいなのがついてるんですよ、たくさん。で、あとこの金具ね、これがやっぱ銀なのかなと、思っているのと、あと、この独特な石ですね。これもターコイズじゃないかなと思っています。はい。で、これ結構ね、ちっちゃいんですけれども、たくさんあるんで、銀だったら結構取りたいなと思うんで、ちょっと今ね、これ軽く検証して本当に銀なのか見てみようと思います。はい、すいません。こちらです。こちら、試金石なんですけれども、今回銀なんですが、その判定に使います。では、こちらですね。じゃあ少し削ってみたいと思います。この端っこですね。黒いパーツをちょっと削って、でも、硬さはどうなのかな。ちょっと硬めな印象ですが、はい、綺麗な光沢ですね。金白色の色が出ております。はい。で、テスターをつけると銀の場合はですね、結構分かりやすい反応が出まして、このようにですね、ちょこっとテスターをつけます。で、削り跡はですね、銀の場合はこのように消えてなくなっちゃうんですけれども、この削った後のところにこうつけるとですね、ちょっとこれは、あれですね。ちょっと銀じゃないかもしれない。銀こう色してるんですけどね。ちょっと、微妙というかダメっぽい反応が出ちゃいましたね。こう見て
ください。ギュッと見ると、ちょっと映んないな。これですね、この色が変わって泡が出てるところが銀だとね、こういう風に反応しないんですよ。なのでちょっとこれは見た目だけかもわかんないですね。いいかなと思ったんですけども、どうだろうな。この反応を見る限りは死んでないと思われます。ちょっとその辺は残念な結果でした。多分これ銀じゃないですね。結構ついてるんで、取れるかなと思ったんですが、ただ石の方はね、結構、でも銀じゃなかったから石も違うのかな。ちょっとその辺わかんなくなってきました。石はただっぽいんですけれども、そういったお品です。よくわかんないです。次行きましょう。じゃあ、なんだこれ。ピンクユニ。じゃあピンクからいこうか。じゃあ、これ。ここではね、もう、なんとなく予想がつくんですけれども。パーツの刻印は、多分、G シルバーですね。消えかかってと G が分かりづらいんですけど、多分 G シルバーってやつだと思います。で、このなんか骨みたいな形の、このくっついてるのが、これ多分産後だと思いますね。こんな感じで。産後のネックレスかなと思われます。で、そっくりなのがもう一つあってですね、このピンクのやつね、桃色の玉がついてて、これもね、産後っぽいんですね。で、こっちはね、刻印がちゃんとシルバーになってて、タガネで模様を彫ったやつですね。彫金っぽい模様が入ってるやつで、シルバーの刻印がちゃんとあります。で、こうやってね、見ると、玉の方は、素材の方はそっくりですね。こんな感じです。で、拡大してみると、独特な模様が見られます。ギューッと拡大すると、それぞれですね、色や形もね、微妙に違うかな。ここなんかはこうやって見ると、独特な、層というか、木林構造の模様が見られます。なのでこれ、多分産後だと思いますね。産後の可能性が高いです。そういったネックレスでした。で、次行ってみます。なんか、すごいの出てきた。ちょっと重たいね。重たい感じのやつです。こういう金色の、残念でした。これもGP と書いてあります。K18GP。2面カットの、騎兵のネックレスです。結構ね、大きいやつですね。こんな感じなんですが、残念ながら GP って書いてあったので、メッキ品だと思われます。そういったお品でした。次行ってみます。今の金色となんとなく似てるね。これなんだろうな、ダブルっていうのかな。騎兵のネックレスですね。ごめんなさい。騎兵のネックレスでも、カットがね、今のは2面なんですけれども、これ、多面カットって何面ってね、カットがいっぱいあるやつで、さらにコマが、一つのコマにいくつもついてるね、ダブルとかトリプルってあるんですけど、そういう、いずれかのやつですね。ただ、さっきのね、これに比べると、すげえ軽いんですよ。ずっしりしてるかなと思ったんですが、めっちゃ軽いやつ。で、過去の動画でこういう
もので軽いのは大体ね、チタンの場合が結構あったんですよね。なのでこれを見てみると、やっぱりですね、チタニウムって書いてあります。そういったお品なんですけれども、この質量でこの軽さは多分チタンってあったと思われますね。多分わかんないけど、加工も結構細かくて綺麗なんですよね。若干このいかついイメージがこういったものにはあるんで、あれなんですけど、はい、こんな感じです。これ見た目も綺麗ですね。メッキのハゲも本当にそんなになさそうです。で、拡大するとこんな感じです。ここまで拡大するとやっぱね、角の端っことかちょっと腐食なのか、傷なのかメッキのハゲなのか、そういったものが見られます。そういう状態で、なおかつこの刻印ですね。刻印がチタニウムって、書いてあります。実際その純チタンって呼ばれる、100% チタンなのかって言われると分かんないんですけどね。ただ軽いので、そういったものなのかなと思われるんですが、はい、そういったこういうオラオラ系のネックレスでした。で、次はこれさっきの結構いっぱいあるな。なんか3つになった。はい、見てください。これジャーン、この白いやつ。この見た目がですね、これあれですね、ちゃんと見た方がいいやつなんで、こちら顕微鏡ですね。顕微鏡で表面の状態をですね、見てみましょう。こちら、パソコンで、顕微鏡の画像をですね、映し出すことができます。で、このガブックビューという UBuntuOS という無料の OS で送るソフトですね。これで見ていきます。じゃあ、ちょっと待ってくださいね。ライトをつけまして、で、このね、安いやつオートフォーカスとかないんで、手でここくるくる回してピント合わせるんですけども、これがめっちゃ難しいんです。独特ななんていうんですかね、職人さんみたいな感じでやらないと全然ピントが悪くてですね、見えなかったりするんですけど、なんかね、合いそうで合わない感じ。はい、出ました。はい、ちょっとね、分かりづらいんですけれども、こんな感じで、今、撮影できてます。で、この真鍮のね、見えないですね。すいません、後で映像を出そうと思います。はい。で、これ、真珠の巻きですね、真珠層が見られます。こんな感じで、ツヤとか、ね、出てますので、多分ですね、これもさっきのこのブローチと同じね、ケシパールっていう玉がついてるやつだと思われますね。結構綺麗です。はい、こちらです。こんな感じで、ぎゅーっとピントを合わせるのが難しいんですけれども、
模様ですね、模様もすべて一粒一粒違うんで、これは天然になるのかなと思われます。はい。ちょっとね、全体像をもう一度、こんな感じで撮ってみます。はい、見てください。この独特な形ですね。一粒一粒なんか妙に長いのがあったりとか、小さいのがあったりとか、これが天然由来の特徴だと思うんですね。で、こう拡大するとこんなね、綺麗な白い粒がですね、いっぱいついてます。はい、で、素材を示す刻印なんですけれども、はい、こっちのこの短いやつですね、これ多分ブレスレットだと思うんですけども、このブレスレットの方に SV ってなってて、あと、これはネックレスですね。こっちはシルバーと G シルバーですね。G シルバーの方は、銀が取れないのが分かってるんですね。過去に見てるので、逆か。はい、こちら G シルバーって書いてあります。で、こっちはね、見た目似てるんですけど、普通のシルバー刻印です。で、あとこれですね、全然形違う方は、ここにね、SV って書いてあるんですけど、で、ひっくり返すとですね、こうやって、ちょっと派手な模様がついてるクラスペパーツなんですけれども、よく言われるのがですね、この強度上必要な箇所ってシルバーって書いてあっても銀が使われてなかったり取れなかったりするんですね。なのでこのまん丸のやつはちょっとわかんないやつです。で、初めから G シルバーって書いてあるの方はシルバー取れない銀が取れないやつなので、ほぼメッキのやつです。でこっちの SV の方はちょっと構造上ね形違うので、なんだろうな、こっちはもしかしたら銀が取れるやつかもわかんないんですけれども、そういった強度が必要な部分なので、ちょっとわかんないってやつですね。で、こんな感じですね。1、2、3、4、5本、こう、円になってついているブレスレットです。こんな感じです。じゃん。で、ネックレスがこうついてる。はい、そういったお品でした。次行きます、次これ目立ってましたね、最初から。ぐるぐるってやってる時からもこれ気になってたんですけれども、この変な玉がいっぱいついたこういうネックレスです。で、これを見ていきましょう。はい。これはですね、焼き物です。陶器、ポーセレンですね、ポーセレン。玉をこの形に焼いてで、なんていうんですかね、印判のお皿、昔の、模様がついたね、白っぽいやつに青いこう、いろんな模様がついた印判のお皿ってあるんですけれども、あれみたいな、模様が延々こう書いてある陶器で焼き物の玉だと思われます。で、ここにね、パーツがついてるんですけど、さっきのやつと全然違うデザインのがついてて、おそらくこれ外国の品物なんじゃないかなと思われるんですが、なんか中途半端にかすれた感じなんですけれども、一応シルバーの刻印があります。はい、これ結構綺麗ですね。焼き物です。これ見てください。こんな感じで模様がずっと描かれてるんですね。こんなちっちゃい玉に模様が書いてあって、そういった焼き物と思われます。で、金具はですね、こういうやつで色もいい感じなんですけれども、刻印が途中でこう半分かすれちゃったようなやつがついてます。なのでちょっとわかんないですね、これは。
銀のパーツなのか、メッキなのか、わかんないんですけれども、まあ、色はそれっぽい色してます。ちょっとこれわかんない。ただ、この玉がね、なんかおしゃれな感じですね。和装にも合うかもしれない。そういったものがついてました。次行きます。これは、よく出るこういうキラキラした石です。キラ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 。はい、次行きます。じゃあ、はい、こちら、またなんか結構長いですね。あと、留め具がないやつですね。完全に繋がってるやつで、ちょっと絡まっちゃってますね。今絡まりといったこれ長いですね。さっきのと同じぐらい長いこういうやつでキラキラしてて、ちょっとね、天然石っぽいものがついてます。カットガラスっぽいのもあるんですけれども、その合間に天然由来っぽい石がついてます。こんな感じですね。拡大するとこんな感じで、これね、この白いこれがなんかさっき見たターコイズみたいなやつの白いバージョンに見える、なんですかね、大理石なんかよくわかんないけど天然素材っぽいで、こっちの玉もね結構独特な見た目をしてます。これね、でこっちの綺麗なやつはね、もしかカットガラスかもわかんないです。そういったお品です。じゃーん、結構重みもあります。次行ってみます。赤いのが出ました。じゃーん、なんでしょう。これはサンゴじゃないかな。あれですね、クラスプパーツがさっきのね、このピンクの桃色サンゴのパーツに似たやつがついてますね。デザインも結構似てる。というか、ほぼほぼ、そっくりですね。で、ちゃんとタガネで模様彫ってあるやつっぽいんで、一応刻印もシルバーなんで、これちっちゃいんですけれども、シルバーなのかなという印象。それからこの赤いね、ちっちゃいのがサンゴの枝をなんか切ったようなやつみたいなのがついてますね。赤サンゴみたいになってるんですけれども、ただサンゴのねこういったお品はよく言われてるのは、やっぱ色は天然由来のものでなくて、こういう風に染色したんじゃないかってよく言われてます。で、この白っぽいところと赤いところがこうずっとなってて、一つ一つ形も違うし、こんな感じで、模様だったり、なんか虫食いみたいなのもあるし、この独特な構造ですね、してるので、サンゴはサンゴだと私は思います。ただその人工的に色はね、この赤サンゴってすごい評価がね高いやつあるんですけれども、それをなんか、イメージしたような感じで赤くなってるのかなというお品物です。サンゴはサンゴだと思われます。では次行ってみましょう。これ、なんだこれ、この鉄砲の弾みたいの出てきましたね。このなんか真珠みたいなのついてますね。で、これがあれ取れた。これあれですね、昔こういうの流行ったのかな、よくわかんないですけど、この折りたたみ式のこのペンですに真珠みたいなのがついてるという不思議なものです。キュッとしまい、なんかスパイグッズみたいなやつです。スパイグッズだけどなんか書くだけですけどね。そういうやつです。で、これがボールペンなのか。違います。これシャーペンです。
なんかに書きたいな。紙がない。これ、シャーペンですね。こうやってグーってやると、どんどん芯が出てきますね。はい。ほら、出てきた。見えないかな。どうですかね。芯がこうやってどんどん出てきます。ほら、どんどん出てきます。戻して、結構芯太いですね。これ、なんだろうな。HB とかじゃないのかな。なんか、戻んなくなっちゃった。ちょっと、そういう問題はあるかもしれない。なんか戻んない気がする。戻った。はい、そういう、この、なんかシュッて隠して、シュッて入れられる、なんか、ネクタイピンみたいなさっきありましたよね。テニスのラケット。あんな感じでここ挟めるようになって。あ、でも逆か。こうです。はい。こんな感じの、多分シャーペンだと思います。はい、これ面白いんで、ちょっと。はい、これです。こんな感じです。で、これをね、はい、こちらです。で、これを、でギューッと伸びるんですね。はい。こんな長くなりました。普通の多分鉛筆ぐらいになったんでしょうか。で、ここをくるくるっと回すとこうやって出てくるんですね。これ多分シャーペンの芯が出るタイプだと思います。で、さらにこれが多分真珠っぽいということで、見てみましょう。はい、これ結構真珠っぽいですね。結構綺麗な玉で、こっち側ですね、ここに、ちょうどここですね、くっついてるところ、カットされちゃってるんですけれども、ラウンドってまん丸ではなくて、形がちょっとセミラウンドで、さらにですね、下側こんな風に切ってあるんですけれども、この部分がちょっと独特な膨らみがあって、表面のこの光沢を見る限り多分真珠なんじゃないかなと。脇にもありますね。巻いてある感じ。これも真珠なのかなと思われます。そういったなんかまた取れちゃった。なんか引っ張ると抜けちゃうっていう、現象がありますが、こういうね、謎のおしゃれな、このギミックのある折りたためるですね、シャーペンです。はい、次行ってみましょう。なんか面白いのあったから次は、じゃあこれ指輪、じゃーん。これは、925の刻印ついてますね。ただ石の方は、キュービックジルコニアみたいなやつです。はい。行ってみましょう。こんな感じで、ちっちゃいですね、石が1、2、3、4、5個並んでいます。で、キラキラして結構綺麗なんですけれども、カットの感じが結構甘い感じなので、多分ね、キュービックジルコニアみたいなやつなのかなと思われます。で、刻印が一応あって、ここですね。ちょっと映りづらいな。はい、ここにこう、925って刻印があります。925刻印、多分シルバー925の925だと思うんですけれども、構造的にはですね、こんな感じで、内側も結構綺麗に抜けてるので、これは多分シルバーなのかなと思われます。はい。ちょっとさらにギリギリ。はい、こんな感じです。はい、次行ってみます。次は、じゃあこれ、はい。
てください。こういったペンダントですね。トップしかないんですけれども、こういったペンダントです。で、はい、いわゆる金銀銅板の装飾がされてますね。で、外側はなんかよく読めない刻印があるんですけれども、メッキです。なのでこの黒いところが鉄で、メッキのパーツがついてるんだけれども、この装飾ね、装飾はおそらく金銀銅板のやつだと思います。すごい薄いんで、ここから金属かって言われると微量なやつだと思うんですけど、これ綺麗なやつですね。桜だと思います。豪華ですね。桜の花びらと、梅かな。多分桜だと思います。ごめんなさいね。だったら、でもこれ、金銀銅板ってやつだと思いますね。伝統工芸みたいになってます。結構出てくるんですけど、かなり贅沢な作りだと思いますよ。このメッキ繊維とかに比べたら、ここに載ってる、すげえ薄いんですけれども、贅沢な使い方をしています。この外側の素材とは全然違いますからね。はい、そういったお品です。次行きます。次は、じゃーん。はい、こういうチェーンです。ネックレスチェーンで、はい、316L の S スティールって書いてあるんで、ステンレスですね。このステンレスの、あ、違う。すいませんでした。なんだっけな。そう、ステンレスのこういったお品物です。で、こういうネジネジの寄ってあるこういう感じのチェーンで、おそらく木なんですけれども、ステンレスの刻印があったんで、多分普通にステンレスだと思います。はい、こういうステンのネックレスです。次行ってみます。次、どうしようかな。じゃあ行ってみよう。これ、白い玉。じゃーん。この玉がいっぱいついたネックレスです。刻印もありますね。はい、シルバーの刻印があります。ただ、このさっきのサンゴとかと一緒で、銀が取れるかどうかわかんないやつですね。でも、玉はこれ白い玉なんですけれども、これもサンゴだと思いますね。白サンゴ。ところどころちょっとピンクが入ってたりするんですけども、これもサンゴ玉だと思われます。で、ここにね、ちょっとひび割れみたいなのがあるんですけれども、はい、こちらです。ひび割れみたいなのが見えるんですが、こうやってギューって拡大すると、ここに穴が見えるんですね。で、これよくサンゴに出てくる虫食いみたいなやつなのかなと思われます。で、そういう特徴がね、たまにそれぞれあるので、ちゃんとサンゴだと思います。今日サンゴが良かったです。サンゴで、ということは、これもサンゴかもしれない。何かわかんないお花の形のレリーフが彫ってあるんですけれども、なんかサンゴっぽいですね。艶もあって。で、こう後ろ針になっててこう止められるやつなんですけれども、刻印とかはないんですが、これサンゴっぽいですね。うまく取れればいいんですが。はい、見てください。これお花のレリーフですね。で、こうギューッと拡大すると、このね、模様がこうスーッと白い線が入ってて、サンゴの模様だと思われます。ちっちゃいんで、ちょっと分かりづらいんですが、そういうね、綺麗な、ちっちゃいね、装飾、レリーフですね。彫ってあるやつですね。これも多分サンゴだと思うと、じゃあこのピンクもサンゴかなということになるんですが、これが、面白いですね。形がですね、亀さんです。で、こ
これも刻印は、このピンというか針の部分がなんか変な曲がっちゃってますね。曲がってついてる。これ亀の形してるんですよね、こうやって。亀ってなってて。で、この、なんかよくわかんないんですけども、亀のお尻になんかついてるんですよね。これ、昔の縁起物の多分表現だと思うんですけども、これ亀の頭です。で、これ亀の手があって、これ甲羅なんですけど、この下ね、ギューってこう、髭が伸びてるんですね。こんな亀はいないと思うんですけども、これが多分昔の縁起物のなんか表現の一つなんじゃないかな。なんかで見たことあるような、で、模様もちゃんとこう、ついてますね。ただですね、このピンが曲がってますね。これすごい曲がって、まっすぐついてないんですよね。で、斜めになって、ちょっと浮いた感じになってるんで、まあ、その辺が、なんか適当なんですけれども、多分これも産後だと思われます。で、日本のこれ、縁起のやつだと思います。亀のお尻にこうなんか、髭になってますね。そういったお品です。で、次行ってみます。次はなんか、これも結構綺麗な指輪ですね。こんな感じですね。これプラチナだったら嬉しいんですけれども、はい、これもついてる玉は真珠っぽいです。で、見た目もタガネが入ってて模様がついてるんで、この綺麗な銀白色なんですが、変なね、昔の刻印が入ってますね。SPM って前も何回も出てきてるんですけど、多分サンプラチナだと思います。ただ、ついてるのがちゃんと真珠だと思うんですよ。これ見てください。これ綺麗なんですよ。真珠がこう、ジャーンってこう。はい、これ多分真珠。あれ、拡大できない。ズームすると、こんな感じで巻きと思われるね、表面とこのモコモコ感と光沢が見られます。で、あと、こちらですね、タガネがこう切ってあって、手作り感満載です。なのでこれ結構古いやつだとは思うんですけれども、ただその刻印がね、SPN なのか SPN なのかちょっとわかんないんですけども、でも多分プラチナとかじゃないと思われます。で、あとイニシャルなのか何なのかよくわかんない刻印もついてて、ちょっと古いやつだと思われます。プラチナだったら嬉しいんですが、これね、前回とか前もなんとかこういう、でもあれだな、サイズ直しのあれが出てるんですよね。このリングの下のところにサイズ直しの跡が見えるんで、どうなのかな。でも削った跡みたいなのがあって、これはやっぱり違うのかな。わかんないです。多分違うっぽいですね。期待してるものとは違う。でも、いわゆるレトロとかアンティークの、デザインで、多分真珠もちゃんとしてるんで、そういうレトロデザイン、アンティークデザインが好きな人はいいかもしれない。という推しのものです。次が好きちゃん。はい、編み込みのこういう黄色のネックレスです。残念、18KGP って書いてありますね。こういう網みのやつですね。黄色と銀色と、あと銅みたいな色で編んであるネックレスなんですけれども、ここに 18KGP って書いてあります。なのでそういったネックレスでした。次はこれは何でしょうか。こ
の黒い玉なのかな。これ蒔絵ですね。すごい軽いんで、蒔絵のペンダントトップです。工芸品の仲間ですね。こちら見てください。これね、葉っぱにテントウムシが乗っかってるデザインなんですよ。この赤い部分がテントウムシで、この黄色ので、これが葉っぱのことだと思うんですね。葉っぱちょっと切れてるのかな。で、このちっちゃいね、赤いのがこれテントウムシです。そんなちょっと風情のあるですね、デザインのお品です。はい、次行ってます。次。じゃーん。お魚かな。これさっきのやつの仲間なのかな。多分これもサンゴだと思うんですね。で、お魚ですね。金魚なのかな。そういうデザインのですね、お品物です。はい。これ多分金魚だと思うんですよね。こんな感じのピンク色がかった、彫刻のあるサンゴだと思います。はい、年山のが入ってましたけど、サンゴ結構ありましたね。次は絡まってますが、こちらまたお魚が出てきました。これ結構すごいです。お魚動く構造になってて、ペンダントのトップだと思うんですけれども、お魚です。見てください。綺麗ですよ。キラ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 。で、これは七宝焼きですね。七宝焼きで、結構細かい作りですね。魚のヒレとかもちゃんとしてて、少しねこう動きに余裕があります。それから一応ね、素材を示す刻印がすごい見づらいんですけども、シルバーってなってますね。はい、お魚を見ていただこうと思います。これ見てください。これが七宝焼きですね。鱗の表現と、これがヒレの部分ですね。下側にもあって、でこれがおヒレになってるんですが、このね、ヒレとか全部こうやって動くんですよ。これすごくないですか？この細かい作り。全部動きます。動くですね、作りなんですよ。で、この先っぽですね、この丸カンのところにちっちゃく、ちょっと見づらいですね。で、刻印があります。はい。ちょっと見えるかどうかわかんないです。そんな独特なお品ですね。こうやって見るとお魚ってすぐ分かります。はい、そういったお品でした。なんかこれシルバーって書いてあるけど、これバラバラにしてシルバー通ろうとはちょっと思えない形なんですね。次行ってみます。次これ、じゃーん。はい、もうお決まりの金ティアのネックレスできました。はい、ちっちゃくて細いんですが、2面カットの騎兵の構造をしていて、刻印がね、なんだっけ、3ミクロンっていうのは今日あったんですけど、これは 0.5 ミクロンとか。だからなんだっていうやつなんですけれども、一応ね、そういう刻印がついてますね。0.5MCR って書いてあるんですけど、おそらくこれミクロンのことだと思うんですよね。で、それ以外の刻印はなかったです。こんな感じで、傷もあって、だいぶね、くたびれてるんですけれども、一応、こういう綺麗なネックレスです。0.5 ミクロンも1ミクロンも3ミクロンも、人が見たら多分わかんないと思うんですよね。
そういったやつです。じゃあ次の黄色のネックレスは何ミクロなんだって思うんですけれども、これは何なのかな。はい、これは何も書いてないんで、メッキ製品だと思うんですけども、ただ、さっきのね、あれと比べると、違いがわかるというか、この何ミクロンって書いてあるね、ネックレスの、その素材の、違いがわかるかもしれません。で、並べてみてみます。はい、こんな風に結構並べて、ある程度離れたところから撮ると、金色の素材のね、違いはほとんどわかんないです。ただ、ルーペでね、実際これ拡大してみると、どうでしょうか。こうやって見ても変わらないような感じです。ただ、私が肉眼で目で見て、でさらにこの10倍のルーペで見た時の感じはですね、これは金メッキではなくて金色のメッキなのかなと思います。なんとなくブロンズっぽい色になってるので、なのでこのミクロンとか書いてあるやつとは色が違うはずなんですけれども、まあ撮影上ちょっと違いをお伝えするのはちょっと難しいかもしれませんね。なんとなく同じように見えてしまいます。はい、そんなお品でした。チャンネル登録とグッドボタンをお願いします。次行きます、次。これも、これ、玉がね、やっぱ形が微妙にみんな違うんですよ。で、ここの金具の腐食がね、凄まじく色が変わってます。大きさも違いますね。結構汚れもあります。なんか水晶っぽいですね。はい、金具の部分はもうこんなすごい状態です。で、玉がこうずっとついてるんですけれども、大きさとかも微妙に違いますね。カットの感じ。あと汚れが結構すごいのと、傷も結構ありますね。はい、ちょっと水晶なのか何なのかわかんないんですけど、この年季を考えると結構古いものです。あと、カットも微妙に違うんで、もしかしたら水晶なのかなというお品物でした。続いて次、また指輪です。指輪は、じゃーん、これですね、これ。この結構綺麗なやつです。はい、紫色の石がついてます。素材を示す刻印はシルバー925ってなってます。はい、こんな感じの石がついてます。ぐーっと拡大してみると、これが何なのかは、でも、なんだろうな、内包物なのかなんか、ちょっと見えますね。ちょっとわかんないですけども、こういった指輪です。では次いきます。この緑色のペンダントトップですね。光をこう当ててこうやってみるとね、結構透けて見えるやつなんですけど、どうでしょうか。見てみます。どこ行ったか。はい、残念ながら素材を示す刻印はありません。石もこれ何の石かはわかんないですね。ただ透けて見えるこの構造をしていて、どうだろうなぁ、撮れるかな、写真。はい、こんな感じの、緑色の石がついてます。ちょっとね、拡大すると、気泡ではないんですけれども、なんとなく素材の、感じが、でもわかんないな。気泡がはっきりついてればなんか、あれだったんですけれども、わかりません。でもなんか染色したような、
この辺ですね、外側透明なのに、中にやっぱり模様が入ってる模様が微妙に色をつけたような感じをしてます。はい、そういった、こうやって見ると綺麗なんですけどね、これを撮影したいんだけど、撮れるかな。はい、撮れましたね。光の加減でこうやってギューってやると、透けて見えてます。ちょっとね、濃くなってるところと薄いところと、これだけ見るといかにも天然っぽいんですけれども、なんか私は違うなという印象です。では次行ってみます。次どうしようかな。これ、もう最後3つかな。3つだけなんですけれども、こちら。こんなね、ブレスレットです。超細くて石がいっぱいついてるやつですね。つけるとこんな感じです。で、これが、925の刻印があって、このちっちゃい石はですね、多分このカットの厚さがいかにもキュービックジルコニアとかいうやつだと思われます。写真というかこれ撮影するならこんな感じかな。石の部分がねかなり細かくて、はい、見てください。こんな感じで綺麗です。で、ちっちゃい石がいっぱいついている。これはテニスブレスですね。テニスブレスですと思うんですが、この石がね、カットに丸みがあって、この辺なんかそうですね。この辺ちょっとわかりやすいかな。はい。ここのファセットって呼ばれるカットがね、かなり丸くなってるんですよね。で、ダイヤモンドはこんな丸くならないので、多分キュービックジルコニアみたいなやつだと思われます。ここに刻印がついてました。はい、ちょっとエンボスというか陥没してるタイプなんで見づらいんですけれども、おそらくこれ925です。で、見た目の感じもこうかなり内側も抜けてるし、かなり軽量にね作ってあるので、多分これ銀かなと思われます。銀もね今どんどん値段が高くなってますので、これも検証の方に入れていきます。では次行ってみましょう。次どっち行こうかな。今これで最後なんですよ。2つこの黄色のなんかメダルと、あとなぜかねこのピアス片っぽしかなかったやつという状態ですね。じゃあピアスから見てみようかな。残念ながらですね、なんか変な刻印というかマークというかはあるんですけれども、いわゆる素材を示す刻印はないです。で、一応こんな感じのピアスです。で、ここになんか丸いマークついてるんですけれども、これはよくわからないです。で、表面のねこの感じからおそらく既製品なのかなと思われます。で、このピアスのポストが立っているところ、ポストがねたまにここ金でできてたりする場合があるんですけれども、これには刻印がないですね。で、ポストを立ててるこの元の部分ですね、これがこんな状態です。なのであんまりメッキのやつなのかなと思われますが、一応ね最後なんで検証していきます。
はい、こちらを検査ですね。どうしようかな。ちょっと削ってみて。もうね、削ってすぐ分かるやつです。硬いんですよ。硬くて、試金石の方が出ちゃうような硬さのものです。多分切ってみれば。はい、外側と中の色が違いますね。外側金色でメッキがもう切ったことでひび割れて剥げてしまっています。あとはこのポストの部分ですね、高価じゃないので、ちょっとあれなんですけど、削ってみます。で、不思議と、さっきの外側は硬かったんですけど、ポストはそんな硬い印象はなくて、柔らかい感じです。削った後も、特に何とも言えない状態です。で、一応テスターでちょっとやってみると、これご覧ください。ね、テスターでやって消えないんですね。なので、これは、見えるかな、見えないかな。これですね。ちょっと見えづらいんですけど、この部分。これもしかしたら切るかもしれないです。で、直接、つけてみます。はい。こちら、何にも書いてないので、何の、その火が、何金なのかわかんないんですけども、おそらくですね、この、なんで今、もう、いた。あれはい。ということで、この先っぽですね、片っぽしかないんで、1本しかないんですけども、このポストの部分だけが微妙に、銀じゃなくて金という、可能性が非常に高いものでした。で、せっかくなので、これ、ちょっとね、こうやって、こんな感じで、切りましてですね、この部分は金ということで、これ入れたいと思います。で、こっちの部分はメッキでしたね。完全にメッキ製品でした。はい。では、次行ってみます。次というか、最後ですね。こちらです。この、これ金かなのっていうやつなんですよね。もう大きくて、で結構重いんですよね。で、作りがなんか独特です。はい。はい、こちら、こんな感じのね、金貨っぽいペンダントのトップなんですけれども、こんな感じなんですよね。1986年って書いてあって、で、この表面はね、プルーフみたいに、ガラスかプラかわかんないんですけども、なんか加工あります。で、こっち側は多分、取れちゃったんですね、プルーフ加工のこの表面の蓋みたいなのが。これがないんですね。でなので、ちょっと色が変わってしまってるんですけど、持った感じは重いということで、今、これだけ重さを測るとですね、なんと 25.1g もあります。なので、これはどういうあれなのか、ちょっと気になるところなんですけれども、このね、外側の、はい。ちょっとすいません、しつこいようなんですけれども、この金具のところに K18 の、5M って書いてあります。今日はもう M 全部出たんじゃないですかね。1M は出てないか。3M、0.5M、あと、これが 5M って、ちょっと熱いって意味なんでしょうけど、なので、この部分は、メッキですね。メッキって書いてあるんで。ただ、中に入ってるこのコインが、どうなんでしょうか。
これね、銀貨とか金貨とか詳しい方はおそらく見ればわかるんでしょうけど、後ろ側はね、こんな、模様とか、こういう細かいね、溝とか見ると、ちゃんとしてるっぽいんですけれども、ただここ、緑色ちょっと出ちゃってますね。で、色も金色がちょっと黒ずんだような感じになってて、で、多分これ消しの花なんですよね。消しの花があって、1986年って書いてあって、表はこんな感じです。もうだいぶ黒くなってしまってて、エリザベスで、2ポンド、2ポンドの効果です。ちょっと私は詳しくないのでわかんないんですけども、これは外側が金メッキのこの枠で、中は実は銀貨なんじゃないかなと私は思っています。と言ってですね、前のマント金貨みたいなやつが実は銀貨なんじゃないかなって言ってたんですけど、実際ね、検証して切ってみたら、普通に銅でしたね。銅貨に金のメッキをしたやつだったんで、ちょっと、当てにならないところはあるんですけれども、これもね、怪しいんじゃないかなと思ってます。なので、まず枠から出して、中を見たいんですけど、できれば、あんまり壊したくないのはあるんですけれども、どうすればいいのかな。ガラスですね、これ。ガラスが割れちゃいましたね。危ないですね。こんな感じで、はい、ガラスでしたね、表面のこの、なんていうんですかね、この加工は。で、今、無理にやったら割れちゃいました。でもおかげでコインが取れると思うんですよね。反対側多分割れちゃったんでしょうね。反対側にもこれついてたはずなんですよ。でも取れねえな。取れないです。ちょっと危ないんですけれども、ちょっとガラスがめっちゃ肝についてしまいました。はい、なんとかですね、無事に取り出すことができました。こちらのコインなんですけれども、何かしらの加工がされたものなのかちょっとわかんないので、これの検証の箱にダメにいきます。で、枠はね、これもう多分使えないと思うので、これはメッキ品ということで、こちら置いときます。で、結果ですね、これこちらですね、発掘、終了ということで、これだけのものが、取れました。はい、本日、発掘の成果物はこちらになります。で、銀とあとは金と思われるですね、ものがこちらにあったと。でですね、枠とあとピアス切ったやつがメッキのスクラップです。では、こちらですね、概算で、ざっくりですね、いくらになるのか、この銀の方ですね、銀が取れるんではないかと思われている、こちらの査定をしてみます。あとこのメッキと、この部分はこのまま置いといて、こちらですね、概算で見ていきたいと思います。では、はい、じゃあ全部これになっていきます。で、まず一つ、この部分が銀の可能性があるんですけれども、取り外さないと、わかんないんで、どうしようかな。こ
パーツを取り外してみます。こちらワイヤーですね。ワイヤーをカットしまして、このパーツですね。あともう一つ、この部分ですね。あとこの玉がおそらく銀の可能性があるので、これも切ります。で、これがなんかゴムっぽいんですよね。これよくわかんないんですけども、こちらを取りまして、玉をね、外していきます。はい、こんな感じで外れました。で、これは急に動刻印があったのと、あと、これですね。これもシルバーの刻印がありました。で、これは多分違うと思うんですよね。サンプラチナっぽいやつなので、こっちの山にね、行ってもらいます。で、あとこれもシルバーでしたね。で、これはシルバーの刻印もなかったので、ここに入れときます。で、あとはこの小さなパーツを回収します。あとこの部分ですね。これの、この部分もおそらく銀です。で、あとこの小さい玉ですね。玉もおそらく銀だと思われますので、はい、集めていきます。シルバー 925 1g あたり250円で 21.2g 5300円。計18 1g あたり17,200円。0.04g で688円です。合計で5,988円です。今回ちょっと少なかったかなと思います。はい。今後もですね、こんな感じの動画を投稿していきます。もし良かったと思った方は、チャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。As the chemicals they take us higher.